皆さんこんにちは。人海一人暮らしと車遊びがした男みよくです。いやー、実に1ヶ月ぶり以上の動画投稿となるんですけど、動画をお休みしている間も、動画をご視聴いただいたりコメントをしていただいたり、あとチャンネル登録していただいたりと非常に嬉しかったです。皆様ありがとうございます。そして、動画投稿をお休みしている間に、僕が何をしていたかと言いますと、YouTube のコミュニティ機能にもちらっと載せましたし、Twitter の方ではリアルタイムで進捗を更新していたのでご存知の方も多いかと思いますけど、 DIY でエンジンのオーバーホールを行っていました。実は今年の1月から作業を開始していて、約半年かけて先日やっと完成しました。そして作業の終盤は一気に追い込みたかったので、動画の方をお休みして集中して作業をしておりました。それではいきなりですけど、完成したエンジンをお見せいたします。じゃじゃん。いやー、もうこれめちゃくちゃかっこよくないですか。このエンジンは決してど素人の僕が一人で組んだわけではなく、僕の車いじりの師匠に指導していただきながら、もう一人別の方と3人で協力しながら組み立てたものとなります。そこで本日はですね、動画を撮らずに作業を行っていたんですけど、写真はたくさん撮っておりますので、写真を用いてオーバーホールの解説をしていこうかと思います。ですので動画の方最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではまずベースエンジンの入手なのですが、もともとはこんな感じでした。平成2年式の NA6 に乗っていたフルノーマルの B6ZE 型エンジンで、走行距離は18万5000キロです。なんとこちらのエンジンは師匠にタダで譲ってもらいました。そして分解や組み立て、エアを使う作業などは師匠のご自宅のガレージで行わせていただきました。エアを使わない作業はパーツを持ち帰って自宅のアパートで作業を行いました。それでは早速エンジンの分解を解説していきます。まずヘッドカバーを開けますと、こんな感じでカムがあらわになります。クランクプーリーを外してタイミングベルトカバーを外すと、このようにタイミングベルトがむき出しになります。タイミングベルト、カムスプロゲート、アイドラ、テンショナーを外しました。そして吸気側のカムの後ろについているクランク角センサーも外しました。ここまでばらしますとカムシャフトが外せますので、カムシャフトを外してその下にある HLA もばらします。こちらは取り外したウォーターポンプとサーモハウジングの写真です。ここまでばらすとだいぶと小さくなったように感じますけど、10本のヘッドボルトを緩めてシリンダーブロックとシリンダーヘッドを分けます。シリンダーブロックはこんな感じです。ピストンのトップにカーボンががっつりこびりついていました。そしてシリンダーヘッドはこんな感じです。バルブも燃焼室もカーボンで真っ黒になっていました。シリンダーヘッドのカムが乗っていた側はこんな感じでした。ここからバルブスプリングコンプレッサーという工具を使用してヘッドからバルブをばらしていきます。ばらしたバルブや HLA は組み立てる際に元の場所に戻せるようにきちんと保管しました。これはバルブを外すとあらわになるバルブシールの写真ですけど、ここからオイルがにじんでオイル下がりを起こしていたのだと思います。続きましてエンジンを逆さまにしてオイルパンやラッフルプレート、オイルストレーナー、オイルポンプを外します。そうするとクランクシャフトがあらわになりますので、コンロードキャップを緩めシリンダーからピストン、コンロードの距離、クランクシャフトも外します。かなりはしょった説明にはなりましたけど、これでエンジンはバラバラになりました。でもこんなにたくさんの部品が詰まっているのかと思うと驚きますよね。エンジンの分解にかかった時間は約1日です。朝にスタートして夕方までには完全にばらすことができました。ただひたすらにバラバラにしていくっていうわけではなく、外したパーツをきちんと元の場所に戻せるようにしないといけません。それではここからそれぞれのパーツを洗浄したり加工したりしていくわけなんですけど、同時進行で様々な作業をしておりましたので、時系列はちょっとバラバラにはなってしまうんですけど、それぞれのパートに分けて解説していこうかと思います。それでは腰下の作業を解説していきます。写真は撮れていないんですけど、シリンダーの内壁にピストンのスカート部分がこう引きずったような傷がついておりました。ですのでそのまま組みますと圧縮漏れの原因となりますので、シリンダーをボーリングすることになりました。シリンダーをボーリングしますと当然今までついていたピストンは使えませんので、用意したパーツがこちら 0.25mm オーバーサイズの B6 用ハイコンプピストンです。こちらはマツダファミリアの純正品でして、ロードスターの B6 にも加工せず組むことができて、圧縮比が 9.4 から 9.6 に上がります。コンロッドはそのまま再使用しますし、クランクシャフトはメタルベアリングに変摩耗などがありませんでしたので、バランス取りはせずそのまま再使用することにしました。
新品のピストンと今まで使っていたコンロッドは決してそのまま使うわけではありません。ピストンとコンロッドはエンジンの内部で常に高速で動いているパーツとなります。ですので4気筒分の4つのピストンとコンロッドが重さが揃っていることによってスムーズな回転の吹き上がりだったりエンジンの振動の減少につながるかと思います。新品のピストンは4つあるうちの一番重いものと一番軽いものの差が約 1g でした。ですがコンロッドの方はなんと 8g 差がありました。これにはさすがにびっくりしました。いや、同じパーツなのにこんなにも個体差があるんだなぁともう驚くばかりでした。コンロッドの重量合わせはこのように不要な部分をグラインダーで削って重いものを軽いものに合わせていくというやり方です。重さの測り方は僕の普段使っているキッチンスチールだと小数点以下は測れないのですけど、釣りに使うガン玉7号という小さい玉が1個約 0.1g ですので、何個乗せたら桁が変わるのかという見方で合わせました。例えばこの写真ですと 549g でガン玉は5個乗っております。ここにガン玉を1個追加しますと 550g に変わります。こういった測り方で最終的に4つ全てが小数第1位まで同じ重さになるように合わせました。ピストンの方は師匠が重量合わせをしてくださりましたので、ピストン、コンロッド合計の重さを測り、それぞれ何倍に使うかの組み合わせを決めました。組み合わせの決まったピストンとコンロッドと一緒にシリンダーブロックを加工業者さんに送ってシリンダーのボーリングを行ってもらいました。それから2ヶ月後に加工されたシリンダーブロックが返ってきましたので POR15 という耐熱塗料をはけ塗りしてシリンダーブロックは完成です。それから組み立てまでの間はアパートの部屋の中で保管していたんですけど、もうピカピカのブロックは美しくてすごくテンションが上がりました。続きまして腰上の作業を解説します。分解してすぐのシリンダーヘッドはもうこのようにすごく油であったりカーボンなんかで汚れております。ですのでこちらはメタルクリーンを使ってきれいにしていきます。このように発泡スチロールの容器にヘッドを入れお湯でメタルクリーンを溶いて数時間置きます。そうしますとこんな感じでピカピカになります。カーボンの体積のひどかった燃焼室側を比較しますとこんな感じです。もう一目瞭然で全然違いますよね。こうしてきれいにしてからいよいよヘッドの加工作業が始まります。これは吸気ポートの写真ですが、このようにガステッドをあてがいますとガステッドの穴の方が大きいです。ですのでマーキングして調光バーを取り付けたリューターで拡大していきます。またポート内も鋳物特有のザラザラな肌ですのでこちらも鳴らしていきます。この写真は一番左のポートだけ加工が終わった時に撮ったものです。こんな感じで給排気全てのポートを拡大していきますとこんな感じに仕上がります。これを近くで見ますとまだこんな感じで表面は荒れておりますので、ここからさらに細かく磨いていきます。ここからの作業で非常に便利だったのがこちらのアイテムです。研磨の柳瀬のクッションコーン&ホルダーという商品になります。こちらには80番と150番のペーパーがセットされているんですけど、これを使うと本当に楽に削ることができました。150番でこんな感じの仕上がりになります。これだけでも十分なぐらいなんですけど、ここから耐水ペーパーやコンパウンドを使ってさらにひたすら磨いていきました。その結果こんな感じの鏡面になりました。これを近くで見ますとこんな感じなんですけど、これやばくないですか。めちゃくちゃ頑張りました。ちなみに給排気の全てのポートを鏡面にするまでに約4日ほどかかりました。ポートを鏡面にしますと抵抗が減り空気の流れがスムーズになりますし、特に排気側に関しましてはカーボンが溜まりにくくなります。続きまして燃焼室の溶石合わせです。捨てバルブ、ダミープラグを取り付け穴を開けた透明のアクリル板をグリスで接着します。そしてアクリル板の穴からシリンジで水を入れていき何 cc 入るかを計測します。写真は撮れていませんが、案外溶石はバラバラですので大きいところに合わせるように小さいところをリューターで削って何度も測定しながら4箇所全ての溶石を合わせました。その後ポートと同様にカーボンが溜まりにくいように燃焼室の表面にしました。近くで見るとこんな感じです。バルブシートを傷つけるわけにいかないのでペーパーとコンパウンドで手作業のみで行いましたが丸1日ほどかかりました。その後はバルブのすり合わせを行いました。動画のようにタコ棒と呼ばれる工具にバルブコンパウンドを塗ったバルブを取り付けバルブシートに叩きつけるようにしてバルブの当たりを取ります。一通り当たりが取れたらバルブやダミープラグをセットして写真のようにクーラントを貼ってポート側に漏れがないかを確認します。うまく当たりの取れていないところは写真のようにすぐにクーラントが滲んできますのでこれがなくなるまでひたすらすり合わせを繰り返します。16本全てのバルブの機密を確認できた頃には丸1日経っていました。実際ヘッドを組み立てますとバルブスプリングによってバルブは強く押し付けられますので自重のみで機密が保てていれば言うことはないかと思います。最後にギリコやバルブコンパウンドが残らないように徹底的に水やオイルの通り道も掃除すればヘッドの加工は終了です。
次にエンジンの外観のカスタムを紹介いたします。せっかくきっちりオーバーホールするわけですから、ボンネットを開けてどやれるようにすることは非常に大切です。まずヘッドカバーの結晶塗装から説明します。ヘッドカバーはエンジンルームの中心に来るわけですから、汚いままじゃカッコがつきませんよね。結晶塗装は艶を出す塗装じゃないので、120番程度の肌までペーパーやワイヤーブラシを使って足付けをしました。その後丁寧に脱脂して密着ロンを吹けば塗装準備が完了です。そこにカーベックの結晶塗料を塗装します。結晶塗装は塗膜を縮めさせますので、厚めに拭くことがポイントです。その後段ボールで作った窯で120度で20分程度ヒートガンで焼き付けを行います。そうしますとこういった感じのザラザラの結晶塗装の肌に変わります。 B6 のヘッドカバーはへこんだ文字ですので、そこに白い塗料を流し込んでみたらすごくいい感じに爽やかな雰囲気になりました。いや、これめちゃくちゃかっこよくないですか。続きましてインマニの表面加工です。ぶっちゃけ今回の全ての作業の中でインマニの表面化が一番大変でした。写真だと分かりにくいですが、もともとはこんな感じでバリだらけのザラザラな肌をしております。まず全体にあるバリを棒ヤスリでひたすら落としていきます。この写真を見ますと矢印の部分がつながっているのがお分かりいただけるかと思いますが、こんな感じで棒ヤスリで削って独立させました。こんな感じで綺麗に見えるようにひたすらいろんな部分の形を変えていきました。ある程度形が決まってきたら、そこからは40番の布ヤスリを使って肌を整えていきました。その後もひたすら削っていき、これは120番の時です。そしてこれは耐水ペーパーの400番です。水溶きになるとだいぶと作業も楽になってきましたし、完成が見えてきました。その後も丁寧に番手を上げながら磨いていき、これは耐水ペーパーの最終2000番です。車に乗せてしまえば見えなくなる裏側も覗き込めば多少は見えてしまいますので、表面の皮を剥ぐ程度に磨いておきました。そして表面をコンパウンドでこすれば表面化は完了です。いやー、もうめちゃくちゃかっこいいですね。ここまで約3ヶ月ほどかかりました。もうひたすら削っておりました。ちなみにポートと同様でインマにもガスケットをあてがって口元の径を拡大しておきました。あとはサーモスタットのハウジングやエアバルブなどの目につく金属部分は全て表面にしておきました。そしてタイミングベルトカバーやプーリーなども塗装してきれいに仕上げました。とにかく目につくところは全て磨くなり塗装するなりしました。それでは全てのパーツの洗浄や加工が終わりましたので、いよいよ組み立てです。まずピストンとコンロッドを組み合わせ、新ピンのピストニングを取り付けます。続いてシリンダーブロックに新ピンの親メタルとともにクランクシャフトを規定トルクで取り付けます。クランク単体ですとこんなにもスルスルと回ってくれます。次にピストンリングコンプレッサーという工具でピストンリングを縮めてピストンをシリンダー内に入れていきます。この時コンロッドのスタッドボルトでシリンダー内壁に傷をつけないようにスタッドボルトにゴムチューブをかぶせて慎重に行いました。ピストンが4つ取り付けれますとこんな感じで動きます。ここまで来るとようやくエンジンを組んでると実感できます。これはシリンダーヘッドにバルブを組んでいる写真です。16回同じ作業の繰り返しですのでなかなか大変です。バルブを組んだらオーバーホールした HLA を取り付けカムシャフトを組めばヘッドも完成です。シリンダーブロックにバッフルプレートやオイルストレーナー、オイルポンプを取り付け、オイルパンも液体ガスケットをしっかり塗って取り付けました。そしたらブロックにヘッドを乗せます。ヘッドガスケットは純正の紙タイプのものではなくメタルガスケットを使用しました。サーモハウジングや新品のウォーターポンプ、カムスプロジェットなども取り付けました。バルブタイミングを間違えないように新品のタイミングベルトをかけますとこんな感じで回ります。いやー、もうやっとエンジン組んでるって感じがしてきましたね。この時にクランクシャフトを2回転させてクランクシャフトを元の位置に戻した時にカムシャフトも最初の位置に戻ってきているっていうことをしっかり確認しておきましょう。そしたらタイミングベルトカバーやウォーターポンププーリー、クランクプーリーを取り付けます。そしてヘッドカバーとインマニを取り付けましたらついにエンジンは完成です。今回制作したエンジンの大まかな仕様を載せますとこんな感じです。ノーマルカム、ノーマルコンピューターのままでレギュラーガソリン仕様のまま気軽に乗れる究極のフルノーマルっていうところを目指しました。はい、それでは本日の動画はいかがだったでしょうか。いやー、エンジンが完成して達成感というよりも何か忘れてるんじゃないかなとか、乗せ替えた後ちゃんとエンジンかかるんだろうかっていう不安の方が勝っております。すでに気づかれている方もいるかと思うんですけど、今回組んだエンジンは B6ZE 型です。そして、僕のロードスター、ミオク号はですね NA8C です。そうなんですよ。今回組んだエンジンっていうのは、ミオク号に乗せるわけではありません。じゃあ誰のロードスターに乗せるの？
乗せ替え作業はお店でやってもらうことになっておりまして、8月下旬頃から作業となっております。誰のロードスターに乗せるのか気になる気になる。いやー、乗せるのが楽しみですね。エンジン乗せ替え後にですね、オーナーさんがいいよって言ってくれたら、新しいエンジンを乗せたロードスターの動画を撮ってみようかなとも考えております。まだその時はご視聴していただければと思います。8月の末まであと1ヶ月ほどあるんで、しばらく夜しか眠れなくなりますね。それでは今回はですね、素人 DIY で行ったエンジンオーバーホールの作業を、大雑把に解説させていただいたわけなんですけど、僕自身もすごく勉強になりましたし、こうやってして動画を作ったことで誰かの役に立てればいいかなと思っております。よかったら参考にしてみてください。それでは動画のご視聴ありがとうございました。見てくれてどうもありがとう。